こんにちは。今日はお肌に優しい日焼け止めクリームと混ぜるだけで簡単にできる日焼け止めローションオイルの作り方のご紹介です。化粧品などに含まれる紫外線防止剤には紫外線吸収剤と紫外線散乱剤があります。紫外線吸収剤は紫外線を吸収し、科学的に他の熱などのエネルギーに変換、そして放出します。そのため肌を傷めたりアレルギーの原因になったりすることもあります。高い SPF、pH でよく伸びて白くならないという利点があります。紫外線散乱剤はミクロの板状のようなものが肌に張り付いて物理的に紫外線を反射するようなものです。SPF 値が高くなると白浮きしやすいです。紫外線吸収剤に比べて比較的肌に優しいです。手作りの日焼け止めでは紫外線散乱剤を使います。紫外線散乱剤には酸化チタンと酸化亜鉛があります。酸化チタンは安定性が高くお肌に優しいですが、白浮きがしやすいです。これも程度によってメリットでもありデメリットにもなりますよね。うっすら白くなると透明感が出ていいのですが、行き過ぎるとバカ殿になっちゃいますよね。微粒子だと白浮きしにくいです。でも微粒子になるほど紫外線防御効果は下がっていきます。そして超微粒子、ナノ粒子というのが最近パウダー類なんかも主流になっていますが、このナノ粒子というのは、毛穴から体内に入って害があるとの指摘もあって、なかなか難しいところですね。そして酸化チタンは肌の弾力を失わせてしまう紫外線 A 波に対応できないという難点があります。 PA++ とかで表示されている値ですね。そしてもう一つ酸化亜鉛ですが、これは A 波 B 波に対応します。そして、酸化チタンに比べて白浮きしにくいです。軽い修練作用があります。皮膚科の外用薬なんかにも使われている成分です。そして、金属アレルギーの方には合わないことがありますので注意してください。これら両方の難点利点を補うためにも、特にお顔用の日焼け止めには両方入れることをおすすめします。日焼け止めクリームの材料です。ホホバオイル 5g、 植物性乳化ワックス 2g、 精製水 25g、 油溶性微粒子酸化チタン 2g、 油溶性微粒子酸化亜鉛 1g、 好みのアロマ精油3滴、植物性防腐剤 0.3g。そして使用する機材は耐熱容器2つと温度計と電動ミニ泡立て器、そしてクリーム容器 30ml 以上をご用意ください。では作っていきます。まず耐熱容器に植物性乳化ワックスとホホバオイルを入れます。オイルはホホバオイル以外のオイルでも結構ですが、夏場なので酸化しにくいオイルがいいと思います。これを湯煎にかけます。別の耐熱容器に精製水も入れ、一緒に湯煎にかけます。そして両方の温度が70から80度ぐらいになるまで温めます。両方の温度が揃ったら湯煎から下ろして、そしてオイルの方へ精製水の方を少しずつかき混ぜながら入れていきます。
クリーム状になってきたら、ここで酸化チタンと酸化亜鉛を測って入れます。そして混ぜ合わせていきます。粉が舞い散るので最初はゆっくり混ぜてください。そしてダマがなくなるまでしっかりと混ぜ合わせます。ここでアロマ精油を入れていきます。今回使用した精油はローズマリーシネオール2滴とプチグレン1滴です。主に朝使用すると思うので爽やかなブレンドにしてみました。そして次に植物性防腐剤も入れてよく混ぜます。小数点以下が出ないはかりの場合はだいたい目安が6から7滴ぐらいです。これで完成です。柔らかいクリームでよく伸びます。うっすら白くなる感じです。なるべく涼しいところに置いて1ヶ月ぐらいで使い切ってください。次に混ぜるだけで簡単にできるオイルベースの日焼け止めローションオイルの作り方です。まずホホバオイル 20g の中にアロマ精油2滴を入れます。そして別の容器に酸化チタン 1g と酸化亜鉛 1g を入れます。そしてその粉の中に今回はピンクカオリンを少し入れます。これはなくても結構です。そしてあれば小さなミニ泡立て器のようなものでピンクカオリンがしっかりと粉類に混ざるようによく混ぜます。よく混ざったらその中にオイルを少しずつ入れてその都度混ぜていきます。そしてダマがなくなるまでよく混ぜたら出来上がりです。こんな目薬みたいな容器が液だれしにくくって少量ずつ出せて使いやすいですよ。よく伸びて白くなりにくいですが、ベースがオイルのみなのでどうしてもベタつき感はあります。以前の動画ではウォーターベースの日焼け止めの作り方をご紹介させていただきました。今回は水とオイルを乳化させたクリームタイプとオイルベースのものをご紹介させていただきました。塗る量にもよりますが SPF は15から20ぐらいで日常生活にはこれぐらいで十分だと言われています。長時間紫外線に当たる場合は塗り直しが必要となります。日焼け止めは市販のものであっても万全ではないので、しっかり紫外線を防ぐには日傘や帽子などを併用することをお勧めします。そ
そして日中に使用するものなので、アロマ精油は光毒性のある精油、グレープフルーツ、ベルガモット、レモンなどは避けてください。フロクマリーフリー、ベルガプテンフリーの表示がある精油でしたら大丈夫です。本日もご視聴ありがとうございました。